村下幸三のコンサートの夢を見た自分はなぜか村下幸三のコンサートのコーラスをしていて自動運転状態だったので肉体は勝手に歌ってくれていた。村下幸三の曲は初恋ぐらいしか知らないので自動運転で勝手に歌ってくれてたけど内心間違ったらどうしようとビクビクしていた。しかし肉体の主導権は自分に移ってこないまま無事に第1部が終わってステージ横から楽屋に戻ろうとした。すると意識がぼやぼやと曖昧になってきていつの間にかコンサートホールの椅子に座っていた。先ほどまで自分が立っていたステージが遠くに見えた。するといきなり「あら皆様どうもどうもこのような機会に再びお会いできて光栄でございますわほほほほほ」という声が薄暗いコンサートホールの中に響き渡った。その声がした方向を見てみると超キンキラキンに着飾った絢爛豪華なドレスに身を包んだ中年女性とその隣に18歳ぐらいの育ちの良さそうな2人の娘が立ち上がり、中年女性は会場の人たちを見回しながら最近の自分たちの近況などの向上を垂れていた。あらかた喋り終わり満足したのか「あらそちらにいらっしゃるのは大倉省庁官を長年務められたなんとかさんではありませんか」とかい女性たちの数列前にいた御年80代と思われるおじいさんを紹介した。そのおじいさんはしっかりと仕立てられた高そうなスーツを着こなし隣に座る奥方も派手ではないが高級そうな和服に身を包んでいた。その男性は紹介を受けて軽く立ち上がると周り360度に会釈をして「いや私などすでに引退した身でありますのでまた皆様にお会いできて何よりでございます。来年はお顔を見せることができますかどうか」みたいなジョークを言って会場が笑いに包まれた。するとまた「おやおやそちらにいらっしゃるのは〇〇様ではありませんか。最近はつとにご活躍だそうで私の耳にもよく入ってまいりますよ」と言って他の人を紹介した。次の人は誰もが知る世界的音楽家らしく同じように立ち上がって口上を垂れてあらかた喋り終わるとまた次の人を紹介してのようなリレーが何人も続いた。改めて周りを見てみるとどの席にも一目見ただけで超絶金持ちってわかるレベルの上級国民とテレビで見るような有名人しかいなかった。自分は薄れゆく意識の中でほげーこういう選ばれし人間だけが集う特別な場所ってやっぱりあるんだなと考えてたら記憶が途切れました。また見てね。チャンネル登録お願いします。